ます。こんにちは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、チームサイドの違いをそれぞれ把握しておこうやっていきたいなと思います。ということでですね、今回は監督もねだいぶ出てきてますから、そういった意味ではね、チームスタイルの違いっていうのをちゃんと把握しておこうというところですかね。今回分かりやすく違ったところをねちょっと紹介していきながら、ビルドアップの仕方とかそういったところのヒントになっていただければなと思います。でもちろんね、今回紹介するのが全てではございません。あくまで目安みたいな感覚でね見ていただけたらなと思います。特にビルドアップに注目してやっていきますけども、ビルドアップのところっていうのはね、そのままこう沼とかにね直結するところになりますから、そういった意味では最近なんかうまくいかないなみたいな人はね、特に参考にしていただけたらなと思います。最近沼ってきたなとか、うまくビルドアップできないなと思ったら、この動画に戻ってくる、そんな感じでいいかなと思いますから、そういった時に見ていただけたらなと思います。で、今回の検証なんですけども、442のフォーメーションでやっていきます。全員無印状態になっています。そしてチームスタイルだけ変えてね、それでどう変わっていくのか、これを見ていきましょうというところです。今回は大きく分けて3つに絞ってきました。1つは全体的なポジショニングの違い、もう1つは裏抜けのタイミングの違い、そして3つ目は最終的なサイドで持った時の中の動きの違いですね。これを見ていきたいなと思います。まずはポジショニングですね。ここが今回一番重たいところになってくるかなと思いますけども、一応バッとね並べておきました。レーダーのところをね並べておきました。そして分かりやすくするためにですね、ディフェンダーを青、ミッドフィルダーを黄色、センターフォワードを赤みたいな感じです。ちょっとね線を引いておきました。こんな感じでこれだけ見てもね、だいぶ違いは分かってくるんじゃないかなと思います。ということでちょっと一つずつ見ていきましょうか。まずはショートカウンターから見ていきましょうか。ショートカウンターに関しては意外にね、このフォーメーションはねそんなに崩さないイメージは多かったのかなと思いましたね。で、ビルドアップの時もね、こうやって見ていくとね、中盤も割とこんな感じで寄ってきてる部分もあり、で逆サイドはねそんなにあんま反応せずっていうようなイメージですね。でセンターフォワードも近い方のサイドのねセンターフォワードがちょっと近づいているというかね、降りてきてる、そんな印象がありました。そしてロングカウンターもね、ロングカウンターとショートカウンターって割と似てるんだなとは思いましたね。フォーメーションをねあまりこう崩さないようなポジショニングをしていく、そんな印象がありましたね。こんな感じでさっきのショートカウンターと同じようにセンターミッドフィルダー近い方がこう寄ってくると。ただちょっとやっぱりショートカウンターよりは距離感は遠いですね。この辺の距離感ですね。で、特に一番違いここですね。センターフォワードの2枚の近いサイドの方が遠くになってますね。近いサイドの方のセンターフォワードが遠くの位置をして、裏とかを狙っている、そんな印象がありましたね。なのでパスの感覚っていうのはおのずとね遠くなっていく、そんな印象があります。そしてポゼッションですね。ポゼッションに関してはボールに近づいていくようなやっぱり動きっていうのはあるのと、あとは逆サイドのここですね。逆サイドミッドフィルダーが大きな特徴なのかなと思います。サイドでねこうやって持ってもですね、この両方ですね、中盤の両方ともここまで来てますからね。ここまで来ている。で、センターフォワードとかもちょっとこっち寄ってますよね。さっきのショートカウンターとかロングカウンターよりこっち、全体的にこっち側のボールサイドに寄ってますよね。それと逆サイドのミッドフィルダーはちゃんと張ってますよね。なのでこっからのサイドチェンジとかこういうことはできるし、ショートのねパスコースっていうのも複数出てきますよね。こっちのサイドも含めて。なのでパスでの崩しっていうのはしやすいような印象がありますね。そしてサイドアタックですね。サイドアタックはご覧の通りですね。やっぱサイドのプレイヤーが一番開いて攻撃的になっているっていうのが一番の特徴なのかな。あとはこのセンターのミッドフィルダーがですね、意外にこう高い位置取りをしているなという印象がありました。はい、こんな感じでですね、センターミッドフィルダーは割とやっぱ高い位置取りを取りつつ、逆サイドここまでもピーンってねライン際まで張っていると。でここでねサイドバックもちゃんと張っているというのが結構特徴なのかなというところですかね。なので本当にサイドアタックに関してはその名の通り、もうサイドを中心にね、サイドのプレイヤーを中心にビルドアップしていくようなイメージ。同サイドに関してはフォワードもこれで寄ってきてくれてるんで、サイドのプレイヤーとフォワードとか他のプレイヤーも使いながら本当にサイドから攻めていく、そんなイメージなのかなと思います。そして最後ロングボールですね。これはどれぐらい重要があるのか分かりませんが、一応やっていきましょうということで、基本的にはねセンターバックのラインもすごく低い。そしてこの中盤の位置見てください。他のと比べるともう明らかに高いですよね。めちゃめちゃ高くて、サイドミッドフィルダーも真ん中に寄っちゃってますからね。センターフォワードも両方ともボールサイドとか関係なく両方とも高い位置を取っているというような感じ。本当に中盤がガラッと空いちゃうっていうね、そんな感じになってるかなと思います。実際見てもですね、一応近いサイドのセンターミッドフィルダーはここまでは下がってはいますが、あんまいい動きはしてないような印象はありますね。ほんと後ろにいるっていうような感じですかね。ビルドアップするためにこの後ろにいるっていうよりは、ロングボール蹴るために一応ここ降りてきましたよみたいな感じになって、もう一人のセンターミッドフィルダーここにいますからね。今までのショートカウンターとかも
ロングカウンターこの辺にいましたけども、なんかもう最前線にいますからね。はい。で、フォワードはもう見切れるぐらいここまで上がっている状態になっているという感じですね。本当にロングボールが主体で、それの落としをこの辺で拾う、そのための動きをしているという感じですね。これ実際使ってると分かるんですけど、本当にねパスコースがないですねなくなることが多い、多々ありますね。戦略的なロングボールというよりは苦し紛れのロングボールになりがちというか、そんな感じなのかなとは思いますかね。はいというところですかね。なのでこんなぐらいの違い、ポジショニングの、ね、違いがありますよというところです。これだけ見ても結構面白いかもしれないですよね。そんなところはありますね。さあ次ですね。次は裏へのね抜け出しのタイミングの話をしていきたいなと思うんですけども、サイドで持ったところを見ていきましょう。まずはショートカウンターから、こうやってねドリブルをしていったタイミングのはい、この辺ぐらいからですね。この辺ぐらいからサイド、このセンターフォワードが裏抜けとかをちょっと意識していくようなイメージ。なので半分超えてアタッキングサードに入るか入らないかぐらいのところからちゃんと裏を意識していくような、そんな動きになっていきました。次ロングカウンターですね。ロングカウンター見ていくと、はい、わかりますかね。もうセンターを越えたあたりからもう裏をね意識したような動きになっていきます。なのでやっぱ単純にねこのボールとの距離感っていうのはね長い形になっていきますよね。なので画面上で見つけていくっていうのもたまにできない状態がありますかね。ちゃんとレーダーを見てないとこのね裏抜けには反応できないパターンもよくあるのかなというところです。そしてポゼッションですね。ポゼッションははいこの辺からちょっと一瞬意識ありましたが、あんまりね裏を抜けないことも多いですね。こんな感じで裏抜けたと言えるのかみたいな感じになっていますよね。なので基本的には裏はそんなに意識してない。ちょっと動きあったとしたらこの辺ショートカウンターとかと同じようなタイミングで若干ね裏を意識したような、ここ今のとこねそんな感じになっていきましたね。フォローみたいな動きは多いんだけども、裏抜けとかを意識しちゃってるとちょっと違いが出てくる、そんな感じかな。次サイドアタックですね。サイドアタックはこう持っていくとこの辺りですか。はいなのでショートカウンターに近いのかな、タイミング的にはそんな感じはありますが、積極的に裏を狙ってるかと言われるとそうではないかなというところですかね。最後ロングボールですね。ロングボールは割とこの辺からロングカウンターと同じようなタイミングですかね。だいぶ早いタイミングで裏意識しているような、そんな感じですかね。はいということでね裏抜けの動きはこの違いでありました。最後ですね、サイドで持った時の違い見ていきましょう。ショートカウンターから見ていきます。ショートカウンターはこんな感じでね、センターフォワード2枚とサイドミッドフィルダー、左サイドミッドフィルダーですね、この3枚が入ってくるような印象で、あとはこのセンターミッドフィルダー今たまたまここにいますけど、センターミッドフィルダーと右サイドのねサイドミッドフィルダーがちょっと入れ替わり立ち替わりというかね、そんな感じで動きをしている、そんなことが多かったかなという印象ですね。次ロングカウンターですね。ロングカウンターはセンター2枚と、あとは左サイドミッドフィルダー、逆サイドのサイドミッドフィルダーが上がっていく、そんな感じになっておりました。右サイドのサイドミッドフィルダーとか中盤の2枚とかは意外にねこうやって下で構えてるっていうようなね、そんな感じになっていきましたね。この辺はだから相手に取られた後もね守備のしやすさとかはあるかもしれないですね。次ポゼッションですね。ポゼッションサイドで持ってるとこんな感じでセンター2枚は入ってますが、左サイドミッドフィルダーはここにいて、右サイドミッドフィルダーここにいますから、であとセンターミッドフィルダーここですね、逆サイドのセンターミッドフィルダーここみたいな感じで、なので本当にマイナス方向のところが手厚くされているような印象がありますよね。キープしながらマイナス方向へのパスとかからの打開というかね、切り込みというかね、そんなようなのが想像できるというかね、そんな動きなのかなとは思いますかね。サイドアタックですね。サイドアタックはセンター2枚と両サイドミッドフィルダーが中に入っていくようなイメージですね。ここは中盤のセンターミッドフィルダー2枚になっていきます。最終的にねペナルティエリア内にはサイドミッドフィルダーのも入っていくような、そんな動きになっていきました。クロスに対してのね意識っていうのはやっぱ高い、そんな印象がありますね。最後ロングボールですね。ロングボールはセンター2枚と逆サイドのサイドミッドフィルダーが中に入っていく、この辺はセンターミッドフィルダーがいる状態、右サイドミッドフィルダーここですね。なので意外にというか後ろへ下がって待っているような印象がありましたね。なのでクロスも選択肢としてはあるけども、後ろのつなぐ選択肢としても捨ててはない
というような、ここに関してはそこまで特徴的な感じではなかったかなというふうに思います。はい、というところでいかがだったでしょうか。ぶわっとねちょっと違いが分かりやすく出たなーっていうところだけをちょっとピックアップして見てきました。ちょっと他にもね検証みたいなのはやったんですけど、この辺が一番大きな違いなのかなというところでまとめさせていただきました。今回に関しては結果とかは特にないんですけど、それぞれのね違い、大まかな特徴みたいなのをねつかめたんじゃないかなと思いますから、参考にしていただけたらなと思います。このチームスタイルの相手にいつも負けるなとかあったらね、逆にこういうところが特徴なのかとかねいうのを掴んでいただけたらなと思いますし、もちろん最初に言った通りこれが全てではなくて、これのチームスタイルの上でここではこういう動きしてほしいだよなってなったら、個人のプレースタイルが重要になってくるというところになっていきますので、先ほど例えばショートカウンターとかロングカウンターは逆サイドのねサイドミッドフィールドはそんなに開かないというような結論だったですけど、ここでどうしても開いてほしいなと思えばですね、じゃあここにクロサー置いてみようかなとかね、それでもあんまり動かなかったらプレーエリア制限やってみようかなとかね、そういった形でいろいろ試していきながら自分のスタイルっていうのを見つけていくのが非常に大事じゃないかなと思いますから、そういった意味ではこういったところをね参考にしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。参考になったかな。これすごい長い時間喋っちゃってるんですけど、動画だとどれくらいになってるのかわかんないんだけど、すごい喋っちゃってるんで、できるだけ端的にまとめられたらまとめておきたいなと思います。あと今後はですね、近いうちにスーパーサブ、次回の動画なるかな、ならなかったらごめんって感じだけど、スーパーサブの検証とかもねやっていきたいなと思いますから、楽しみに待っていただけたらなと思います。ハイプをねまだ残ってる方はちょっとね保持しといてください。スーパーサブの動画の時にねハイプぜひ全部っぱしてくれたら嬉しいなと思いますからよろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんはこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでですね、ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。